はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野ゲットです。今回はなんと特別なゲストが来てくれてます。どうぞ。おらー、ゲットー。おーい、スターリーのお前ら。おい声でかい。トビオです。ふみです。わかってみです。きたー。リさんのチャンネルデビュー。そこかよ。声量でかっ。いや嬉しいよ。いやこちらこそ。同い年やからね。そうですね、28歳同士で、なるほど。まあずっと視聴者からコラボしてほしいっていう声が多かったので、今回は念願の初コラボということですね。やだー。ありがとうございます。いや、そんな明るい話じゃないのよ今日は。まあちょっと嬉しいよ、嬉しいんやけど、ゲンゲンが思ってることを言わなすぎ。どういうことですか？ゲンゲンも学歴ほんまはな、視聴者みんな大好きやん。いや分からないよそれはね。いや思ってることちゃんと言ってるつもりなんですよ。なんかね、綺麗な人ぶりすぎ、視聴者騙されんだよ。いや騙してないだろ別に。俺ゲンゲンのチャンネル見てて気になったことあんねんけど、なんかライブ配信でなんか高校生の質問とかに偏差値高い大学よりも学びたいことを優先した方がいいよみたいな、そんなん言ってたよね。だってそうじゃないですか。絶対嘘。いやいやいやじゃないと理算入らへんもん。いやいやいや医者やってないし、しかも医学部入るだけ入って病気治せよ、こんなの YouTube やる前にやめろお前。病気治せよお前。病気治してこれ。だからもうゲンゲンも嘘ついてるんよ。いや嘘ついてないですけどね。だからこのトークテーマでやるんがええんちゃうかなと思う。なるほど。トークテーマは学びたい大学に行くべきなのか、偏差値が高い大学に行くべきなのか。俺らは当然偏差値高い大学。僕は学びたいところがあるところに行くべきと。それでディベート対決やったことないか。まあでも実際にやっぱ受験生って迷うと思うんですよ。学びたい大学行くべきか偏差値高いとこ行くべきか。質問来るくらいですからね。そうですよね。今回ディベートを参考にしてもらえればと思います。そうですね。だから受験生にとって有益な動画にディベートにしていきましょう。はい。それではディベート対決。進学するべきは学びたい学問がある大学か、それとも偏差値が高い大学か。スタート。どうぞ意見を先に。じゃあそもそも大学って何するところですかっていう話なんですけど、学問するところじゃないですか。そうね。であれば学問しに行くのに学びたくないところをあえて選ぶ理由って何ですか？学問をしに行くんですよね。うん。ということは一緒に学ぶメンバーがめちゃくちゃ重要じゃないですか。偏差値の低い大学に行ってしまったら、メンバー弱いっすよね。だから偏差値の高い大学に行くと仲間ができる、刺激をもらえる、高め合える、偏差値の高い大学で決まります。なるほど。でもだとしても偏差値高い大学に進んだとて学びたい学問がなかったら別に刺激もないし、自分でその高みを目指そうって思わないわけじゃないですか。さっきね、学問するための大学っていうふうに言ってくれたけど、そういう以外もあると思ってて、今や日本の慣例として大学ってやっぱ就職予備校みたいなとこもあったりするの、就活のために行くみたいな。そしたらしょうもない大学行ってしまったら就活で不利になる。知ってる？エントリーシートって出すねんけど、読んでもらえへんの、学歴低かったら。学歴フィルターっていうのがあるの。そう確かにその就活っていう観点では高学歴の方が有利に働くかもしれない。食べていけれへんで、そんな学びたいこと大学でやってたって。文学部好きやねん、歴史好きやねん、しょうもない大学行きました、なんか歴史のすごい先生おるんか知らんけど、どうやって食べていくの？それで言うと大学で学びたい学問を突き詰めれば、その先、要はそこのスペシャリティになれるわけだから、そこから別に大学院でどこ行ったっていいし、大学院で、東大とか京大とか名門大学行けばええやんって話ね。じゃあ結局偏差値が高い大学やんか。大学の4年間を別に学びたい学問に使ってまで高学歴に、進むべきとは思っておお、ちょっとひどいわ。いやいや止まる違うだからそもそも大学4年間学問どっちにしろ単位ってたくさん取らなきゃいけないわけじゃないですか。まあね。その単位を取るためにする勉強がしたくないものであったら、自学自習とかもしないわけじゃないですか。わざわざ別にそんな大学で学ばんだってそんな別になんかアルバイトとかみんな適当にしよるやん。だって実際大学生がどんだけ今勉強しとんねんって話よ。それはもちろんそうなんですけど、それは勉強したいものがない人の話であって、ない人は別になかったらなかったで学問しなくてもいいし、してもいいみたいな感じだと思うんですけど、したい人はじゃあしたい学問がある人の話を今してるのであって、その場合にそのしたい学問を捨ててまで高学歴を行くべきかっていう話をしてるわけです。
いやこれだから大学ってそもそも何のためなんていう話もあんねんけど、結局地位や名誉のためだったりもするじゃない。まあ一つの側面ですね、それは。だからじゃあしょうもない大学行ってしまったら、言うとくけど親悲しむで。あ、でもそれは親悲しむで。そんなうちの息子東大京大行ってんって親言いたいやん。玄玄の親もそうじゃないの。うちの息子東大理三やねん。多分親戚に言いふらしてるよ。しょうもない大学やったら言われへんやん。あんたどこのどこ行ったんですか、なんとかなんとかですごい歴史が好きなの、歴史の勉強頑張ってるの。でもその親戚どう思う、近所の人どう思う、あの子頭悪かったんやって思われんねんで。いや、親悲しませないんかっていう。いや、それで悲しむ親は、それはやっぱもっと子供のことを尊重した方がよくて、今言ってるのはあくまで一般的な高校生と一般的な高校生を比べた場合、偏差値高い方がいいよねっていう話をしてるわけだけど、人生得するよって話よ、そっちの方。ただこの高校生はやりたい学問がまずあるっていう前提があるわけですよ。やればいい。で、そうやるためにその大学に行くわけですよ。別に高学歴に行って4年間やりたくもない学問をする、で別にそこから先に何かにつなげようとも思ってない学問を4年間やり続けて単位も100単位近く取る、あまりに時間無駄じゃないですか。じゃあ失うもんがでかすぎるって話やん。何を失うんですか。いや、その後大学出たらその大学の肩書き背負って人生何十年生きてくねんで、じゃあ例えば会社入ります、おたく大学どこですのって話になるやんか。いや、その時にならないですね。いや、なる、絶対なる、絶対なる、なりません。なる。だそれは聞かれるやろ、大学なんて。そんなんどこだ、会社入ってじゃあ新入社員です、先輩から「あ、そういえばどこなん?」みたいなで、どこどこです、勉強めっちゃ頑張ったんやなみたいな言われるやんか。例えばせっかく偏差値70あっても、行ける大学行ってもうて偏差値50のとこ行ってもらったら、せっかく受験生の時70あっても50扱いやで。一生偏差値50やと勘違いされたまま生きていくことになるんで、それに関して言うと、その理由付けがちゃんとはっきりしてればよくて、別にただ偏差値50の大学に行きましただけじゃなくて、こういうことがしたくてそれがここにしかなかったので、それで研究しました。そんなん言ってみ、言い訳や言われるで。いや偏差値50の大学って本当は受験生時代模試とかで偏差値70あったんですけど、僕はこういうのがやりたくて偏差値50の大学行ったんです。嘘やって証明せ。模試の結果持ってこい言われる。もうめんどくさいやつで言うって思われるね。で言うと、それで模試の結果持ってこいみたいなことを言う学歴中の元から離れた方がいい。でも極論、そういう言い訳がましいやつやなって思われるし、それ逆に黙って偏差値50の大学のふりすることほど辛いことないで。俺は高校生の時あんだけ勉強頑張ったけど、なんであん時いい大学行かんかったんやろ。あん時いい大学行ってたら俺一生いい大学やってもう街中でも言えたのに、なんで俺はこんなあえて偏差値低い大学行ってしまったんだろうって一生後悔するよ。一生後悔する方をこのチャンネルでみんなに選択させたいんか。で言うとですね、別に社会に出た後に大学がどこかなんてどうでもいいんですよ。別にそれはあくまで一つの話題の話の種にはなるかもしれないけれども、その後で例えば大学でこういう研究をしてこういう結果を残しました、あるいは例えば大学を卒業した後、それか大学在学中にこういうことをしてましたっていうことの方が最終的には話の種にもなるし、別に綺麗事やわ。そんな、いや、そんなね、なんか賞とか取れるレベルまで、なんかほんまにその論文がなんかに表彰されるレベルまでもう極められたんやったら100歩譲ってええよ。そんな大学生が何人おんねん。しかもそんな偏差値の低い劣悪な環境のところで学んで、そんなそもそもさ、分からんよ、大学の業界でも多分論文とかさ、そんな見る上でも多少学歴は見られるやろ。大学のところの方が多分評価されんちゃう、教授からも。だからそんな無名大学、偏差値低い大学の論文なんて読んですらもらえへんよ、多分な。俺知らんけど何人結果出せんねんっていう。自分高校生なんてまだ経験も未熟で浅はかなわけやから、そんな今は歴史やりたいと思ってても、大学入ってから歴史ちょっとむずすぎるかも違うかもと、そんなんあるやん。理学部数学科とかで特にそうやで。数学好き、高校の数学好き、大学入ったら大学数学こんなむずいの、玄々だって絶対思ったはずやん。だからこそ、それを一旦やってみて、そこで心折られるっていうのは、そういう経験をすることはありえるとしても、そうしたらどうすんの？再受験すんの？いや、そうしたら別にその場所で別に他の勉強もできるわけじゃないですか。
から意味ないやん。じゃあ偏差値高いとこ行った方が良かったやんって話。いやでも偏差値高いところだったらどっちにしろそもそもあの学問やりたかったなっていうのをずっともやもや抱え偏差たまま値高い大学行った方が良かったなって後悔する確率の方が俺は高いと思う。個人の感想ですよねだから偏差値高いとこ行っとけばよかったなっていうふうに思う、どういう時にそう思うと思うんですか？就活。これああなるほど。絶対一橋大学の知り合いがおんねんけど、はいはいはいこの前言ってたわ。就活で私マーチに合わなかったって言ってた。だからマーチとかはもう書類でバンバン落ちてんの。なるほどなるほど。そういう企業、いい名門企業とかだとね。だから何を幸せと取るかであって、別に就活でいい企業に行って、そういう順風満帆な生活を送りたいですっていう人がいればそれはそれでいいと思うし、いいでしょ。ただ別に学びたい学問があって、学びたいけどもそれにその幸せが優先されるのであればそういう人はそっちに進めばいい。生きてることの方が大事に決まってるやん。いや学ぶことより高い水準か低い水準かの差であって、生きていくっていう観点では別に生きていきますよ。今の日本でどれだけの人が餓死してますかっていう話で言うと、生きていくことはできてるじゃないですか。だからそれやっそこでたらその遊ばれへんやん。そんな最低限の生活やったらさ、学びたいですか遊びたいですか、さあどっち言ったらみんな遊びたいに決まってるよ。偏差値高い大学でモテていい会社入って金稼いで、で遊びまくる、休みの日旅行行く、そんな生活がええに決まってるやん。お金はないけど僕はなんとか学びたいんだ。だから、本当に狭い部屋しか住めないけど電気も水道も止まってるけどもう歴史の本を読むもうそんな生活誰が憧れんのっていう。学びたい学問をしたらそういう人生になるのかっていうところにバイアスがあまりにかかってるのでちょっと修正すると、だから普通に学びたい学問をしました、別に学歴そんな高くなくても、そこの界隈で、名を馳せますとか、でそこから別に院に進んでその道にまたたどることもできるし、いつからでも修正は効くわけじゃないですか。もう言ってること小学生と一緒。小学生が例えばプロ野球選手になりたいです、プロサッカー選手になりたいです、それがじゃあどんだけ夢叶うのって話や。でも一旦それに向けて頑張ったっていう、経験が財産になるわけじゃないですか。だから早く損切りをしないと。そんな無謀な夢でその損切無りの謀な夢は早く損切りしないといけないから。でその損切りのタイミングが大学受験だと早すぎませんかっていう話で、だって大学4年間あって別に大学の最初の 1,2 年間でなんか違うなと思ったらそこからでもいくらでも立て直しが効くわけで、じゃあちょっと話変えてそのモテるみたいな話に戻りましょうか。それ偏差値高い大学のモテるに決まってんやん。優秀な人なんやなって女の子にも思われるやん。なんでモテたいんですか？ちやほやされたいからよ。承認欲求ですよね。承認欲求や。でも別に自分の勉強したいところの、ところで、自己研鑽ができていれば、結局別に承認欲求を求めることなくマズローの欲求のより高次な自己実現の欲求が満たされるわけですよ。自己実現何番目や？自己実現でなんか上の方やったな。自己実現が一番上ですね。上なんや。ちょっと待ってマズロー出してくんないし、別にしかもモテるっていう観点で言うと、別にその道のプロになれば同じような研究してる人とかから絶対交流もあるし、やっぱり価値観があって。何研究室で手出せって話してんの今？もしかしてだから別にそういう研究室嵐をしろみたいな話。そういう出会いもあるし、しかも多業種、ちょっとした研究。そこまでちょっとボロ出てたのに。ボロ出てた？いや今反論しようとしてた。それでは今回のディベートの判定は法の塾イズムの可愛いチューターさんたちにお願いします。この3人ゲンゲンとこの社員やろ。ゲンゲン知らんけどなんか中立ですよ。からな。そんな何もね言ってないもんね。ほらほらちゃんと見ろよほんまに。それでは判定お願いします。判定判定。うわーうわナイスリさんを倒しました。今日から俺が神野です。なんで？すいません。なんで？これはすごい。トゥーミーさんがプロ野球選手になるのと同じだというふうにおっしゃったんですけど、自分の好きな学問を突き詰めてどれだけの人がトップに立てるのかって言ったときに、ポールさん側から成功した目線からの意見が強かったかなっていう。バイアスが勝つ。いい系やね。君大学どこ？東京大学分かってる。分かってらっしゃる。すごい。
ちゃんとでも損切りするには早いって言ったけどな若手さんの方は就職であったり周りのメンバーであったり一般的に受け入れられる議論を言ってたのかなと思って人間さんの方なんかちょっと一般論に聞けるようないいね、手厳しいね。大学どこよ、君。東京大学分かってらっしゃる。玄玄さんの方が、価値観の多様性というか、承認欲求も一つの幸せだし、でも自己実現こそも、一つの欲求というところで、まずそこが良かったのかな。あとは主観的な意見が少なかったという点で玄玄さんを選びました。なるほど。主観で人は生きてるから。大学どこよ。早稲田大学です。ほら。なんだほらおい偏差値って足そうよ。だからもう東大と東大足すやろ。でこっち早稲田やろ。ほら。もう2対1ちゃうで。もう何倍も。科目数で出す。関係ない7科目、7科目、3科目、14対3。俺の圧倒的勝利。玄玄さ、実際社長やってるやん今。まあやってます社ね。長やってても思うやろ、取るときに、高学歴で能力ないやつがおったとしたら、そっちの方が能力ある低学歴で俺信用できると思うね。そんなわけないでしょ。そうだから学生率じゃなくてもう就職をもう採用する目線でも俺そう思うもん。採用する目線だったら能力高い方がいいに決まってる。いや俺は能力なくてもいいから学歴高い方が俺は信用できる。いやいやいや。おー、じゃあ2なるほ戦目やるか。あ、いいね。ど。じゃあこれがリベンジマッチで。リベンジマッチよし。じゃあ第2戦、テーマは能力の高い低学歴か能力の低い高学歴か信用できるのはどっち？忖度なくて嬉しいもうちょっといや、ぶっちゃけと本当にすごい素晴らしい。今声かけて何も言わずに。それではディベート2本目、信頼できるのは能力が高い低学歴かそれとも能力が低い高学歴か、ディベートスタート。どうぞ。いいですか？どうぞどうぞ仕事で何が大事かって言ったら能力じゃないですか。学歴を直接的に仕事で使うっていうことはないわけだから、学歴っていうのはあくまで能力が高いか低いかっていうところを推測するための判断材料の一つなわけですよ。手段、目的は能力が高い人を採用すること、であれば能力が低い高学歴って一番詐欺じゃないですか。玄玄はその能力って何のこと言ってんの？こういうスキルセットが欲しいなっていうものにフィットしているということですね。ああ、なるほどね。例えば分かんないけど営業の会社やったら営業がめっちゃできるとか。そうですね。一般的に能力が高いというより採用目線で言えば、今こういう人が欲しいな、こういう能力が欲しいな、その能力値に長けてる低学歴の方が能力が全然合ってない高学歴よりフィットするじゃんっていう話です。なるほどね。俺能力の低い高学歴ってめっちゃ伸びると思うね。採用者目線で言うと。なるほど。どういうことかっていうと、高学歴ってことは受験勉強をクリアしてるってことでしょ、受験勉強って PDCA サイクルの塊なのよ、だから何か一つ目標を決めてその大学に合格するために何をしたらいいかってちゃんと戦略を立てて受かった人が高学歴でしょ、これ仕事でも一緒やん。そうだから仕事で会社の目標みたいなのを設定してそれを細分化して、何月何やるって目標を決めて実行していく、これができるのが高学歴よ。低学歴、遊んでただけでしょ仕事もサボるでた能力いくらあっても、信用できるか。じゃあそれに対しての反論なんですけど、まずそもそも高学歴が PDCA を回してるっていうのは必ずしも正しくありません。それはなぜかというと、今もう受験予備校とかが整ってて、何をするべきかっていうものをもう受動的にこう与えられて、それに沿って勉強すれば成績がある程度伸びるようになってますと。いや、そんなことはない。いやいや、それはもうおかしいおかしい。逆に言えば受動的に何かやらされて高学歴になれました、でも大学に入って自由な環境になった途端に何もやらされることがなくて、どんどん能力がもうくすぶってしまったっていう人の可能性が高いです。一方で低学歴の場合は単純に勉強してこなかっただけで大学に入った後また別の分野ですごい、花を咲かせて能力値を上げてきたわけだから、そっちの方が自分で自主的にいろんなことができる、能力値を高められるっていう上で、そういう意味でもトータルで優秀だなというふうに思うんですけど。いや、低学歴って基本やっぱ鈍感やと思ってて、例えば、受験勉強頑張っていい大学行くって、一番高校生の過ごした方としてコスパがいいと思うよ、だって就活でも使えるし、もう学歴なんて一生使うわけやんか、だから絶対この高校生の間とか受験生の受験勉強しとくのが得っていうのはこれはもうみんな分かることやんか、その大事な期間に遊んどんねんで、
勘鈍すぎやろっていう。であれば、うん高学歴にもかかわらず能力が低いって、まさにその宝の持ち腐れというか、これ得だなとか思ってやったけど、結局大学ほんのちょっとやって能力を、磨いとけば、ものすごく重宝される存在になったにもかかわらず能力値低くて、例えばですけど高学歴で採用されました、この人能力あるんだろうなっていう色眼鏡で採用されます、その上で能力低かったら、そのギャップってあまりに大きいじゃないですか。会社のお荷物になりますよ、それは。高学歴は高給取りじゃん、だからじゃあ採用するためにいくら出さなきゃな、能力低いやん、詐欺やんっつって、もう本当会社のお荷物的存在になってしまいますと。いや、さっきの話戻るけど、高学歴は PDCA サイクル回せるって言ったよ。あともう一個でかいのは、高学歴は継続的に努力することができるね。なんでかっていうと、受験勉強って大変やん、簡単ちゃうやん、だから毎日毎日勉強頑張って辛い経験を乗り越えてきたわけやんか、それで名門大学って言われるようなところ受かったわけでしょ、そんな努力普通の人できひんわけよ、高学歴じゃないと。じゃあなんでそんな努力できんのに能力低くなっちゃうんですか。それはその会社にまだ合ってへんだけやよ。だからちゃんとその会社でも努力をし続けることができるの。努力のポテンシャルがあるわけ。努力したくてもできひん人間の方が圧倒的多いよ。それで言えば低学歴にもかかわらず、大学で自由な環境に身を置きながら、結局その自分の才能を伸ばせたっていうのは、中高時代、別に勉強してこなかったかもしれないけど、ポテンシャル伸びしろはあるし、要は自由な環境でこう自分で考えられるっていうのはこれすごいことで、これ会社の経営者目線で言うとこれそうなんですよ。もちろん、ポテンシャルないよ、低学歴は。それは暴論です。高学歴の方が地頭がいいねん。そもそも。だから容量いいよ、絶対。あくまで地頭がいい傾向にあるだけなんですよ。傾向にあるよ。なぜかっていうと、やらされて伸びた人も地頭であんま勉強しないけどやらされて伸びた人ってさっきから言ってるけど、大学受験試験本番解くの自分やから、でそんな誰かが何かしたからって勝手に育つんじゃなくて、受験勉強はだからサポートはあったかもしれんけど、結局勉強したのはその人自身や。それはそうなんですよ。だから高学歴は力あるわけよ。ただそれが結局高学歴だから地頭がいいっていうのは必ずしも結びつかなくて、そうよ、努力型の人もいるよ。努力型の人もいろいろいます。地頭もいいかもしれへんし、努力型の人もいるし、PDCA も回せる。だから成長する伸びしろがある、ポテンシャルがある。これを採用しないんですかって話よ。見逃すの能力ないから。それを言うのであれば、だからそういう傾向に高学歴はなりやすい。だから高学歴を取った方がそういう人が多いからいいよねっていう話をしてるんだけども、結局そのアウトプットとして能力が低いっていうところがもうアウトプットとして出てるのであれば、その推測が全部崩れるわけですよ。いや、能力あるなんてそもそも面接30分1時間見抜けるかっていうと分からへん。能力あるってその人は言うかもしれんけど、だから学歴の方が信用できるやん。学歴でちゃんと卒業証書持ってきて、なんとか大学卒業です、もしの結果とか持ってきてくれてもよ。なんだからこそこんな伸びたんやとかね、その見れたらこの人は努力できる人なんやなって分かるやん。だから100倍厄介なんですよ。分からないから、この人学歴あるから優秀なんだろうな、じゃあ給与としても月いくら出しましょう、みたいな感じで出した結果、全然期待とは違うものが出ったら会社としては大損失なんですよ。いや、能力あるやろうなで見抜いて、能力こんだけあるんやったらこんだけ出しま低学歴安く雇うタイプや君。そういうことでしょ。それで言うと高学歴には高く出して低学歴には期待できひんから安く出して、結果能力あってよかったなみたいな。いや違いますね。それで言うと学歴ではなく能力に応じて払うんだけれども、それ同じことや。能力高い人に高そうな人に出して、ただその高学歴は能力が高いっていう推測が働くっていうのはそれは正しいと思うんですよ。だから能力高いだろうなとか伸びしろあるだろうなみたいな過大評価をした結果、ある程度高い給料になってしまって、蓋開けてみたら能力低いじゃん。河野玄斗社長何年目？ 5年目ぐらいです。社長5年目？先輩の社長何してるよって考えたことある？大企業はそもそも学歴フィルターバンバンやって低学歴を切っていってんのよ。その意味考えたことある？それはなぜかというと、あまりにリクルートする募集団が多いから、そうせざるを得ないんですよね。だから面接する時間が無駄ってことでしょ。面接する人にも給料払ってるわけやから、低学歴と会う時間が、その中には優秀な人おるかもしれんよ。でも、学歴で切るのが一番合理的やって考えて大企業はそうしてるわけよ。だからそれは統計的に高学歴の方が優秀な人が多いから認めたね。それは認めました。でその上で今話してるのは、高学歴だけど優秀じゃない人っていう話をしてるわけだから、それは別に優秀っていう推定が働いて高学歴を取るのは合理的だと思います。
だからただ、まあ、能力が高いのに低学歴ってだけでそっちを採用しないっていうのはただ不合理な選択をしてるようには思えるんですけどね。まあ、そもそもだから勉強してない人やから、はいはいはいまあ、受験勉強の過程って仕事を覚える過程とめっちゃ似てると思ってて、受験勉強ってなんかこうなんやろな、まあ、参考書とか問題集とか授業とか何でもいいけど、そういうのを吸収して自分の知識にしていくわけやんか、じゃあ仕事の覚えるのも早いはずないの、で勉強してないっていう人はそのインプットとかアウトプットが不足してるから、仕事を覚えるのが遅いよ。でも低学歴でも能力高いんですよね。まあまあその能力がね、まあその会社に合ってる、まあだから伸びしろがないよね、吸収しない。いやいや高学歴はスポンジよ。だって受験勉強でいっぱい知識入れてきたんやからそんだけ入れるのが得意ってことや。で言うと高学歴でいっぱい知識入れてきたって言っても、別に入れてきた知識が社会でそのまま使えますかっていう話なんですよ。あとね、言うとくと全然話変わるけど、低学歴は裏切る可能性が高い。どういう裏切られました結局高学歴って継続して勉強して、行きたい志望校に受かるわけやんか、だから低学歴は多分すぐ甘い誘いとかに乗っかる、受験勉強だってそうや。受験勉強って誘惑をどんだけ立つかの勝負やんか、誘惑我慢してきたでしょ。俺も我慢してきたし、ゲンゲンも我慢してきたわけやん。誘惑にすぐ飛びつくのが低学歴やん。あ、それは実は違って、甘い先生乗っかるよ。高学歴は裏切られる。いや、高学歴は高学歴で、自分は高学歴っていう自負があるがゆえに、能力が低いっていうふうに認定された時に、そんなわけない、この会社は俺の能力を適切に評価してないっていうふうに判断して離れていきます。あ、だから高学歴の方がプライドが高いってことでしょ。プライドが高いがゆえにプライド裏切ります。高く仕事やってくれる人が多いってことなのよ。自分はこんぐらいの能力が本来はあるはずだ、だからこの自分の目標ラインに対して努力できるのが高学歴だ。低学歴はもうそもそもプライドが低いよね。自分の人生であんまり肯定されてこなかったから、プライドが低いから、まあ自分の仕事もこんぐらいでいいかなって思いがちや。逆ですね。低学歴はそういうことじゃん。兄弟の子の俺が仕事するんやとしたら、こんぐらいのクオリティはやらなあかんやろとか、周りからも期待されてその期待を超えなあかんやろっていうのは、高学歴の方が働きやすいと思う。であるとすると、そのプライドって仕事では結構邪魔になることが多くて、自分で勝手にこれぐらいのことをした方がいいのかもしれないっていう変なプライドが働いたがゆえに無駄なこと結構したりするんですよ。意思決定者ってもっと上にいるはずで、その意思決定者からしたらこの仕事っていうのはこういうものを求めてやってるんだっていうところに対して、例えばじゃあ営業資料を作るときに変なフォントにこだわったりとか、変ななんかこうデザインとかにこだわったりとか。高学歴は本質つくよ。だって無駄な勉強してないの。だってノートきれいにまとめます。これ低学歴や。だいたい色ペン使うの低学歴やんか。だからそういう無駄なことをするんだから、パワポも別に本質ついたパワポ作るのは絶対高学歴が得意よ。で言うと、そう低学歴の能力ある社員雇ってもパワポめっちゃ組み合わせて、今の1日かけてそのパワポ作ってたみたいな。じゃあそういう無駄な仕事。だから今の議論で言うと、低学歴対高学歴の話になって、能力の高い低学歴と能力の低い高学歴の争いになってないから、その反論はただの一般論の低学歴と高学歴の話。今話してるのは、だから受験勉強はあんまりしてこなかったけれども、しっかりと自分の本質を見抜きながら自分はどういう能力を身につけたらいいんだろうっていうのを、大学の極めて自由な何してもいいよっていう期間で自分で見つけてきた低学歴の人の方が高学歴っていうのに甘んじて、大学までの人間でもうこう俺学歴高いから別にもうそれで就活余裕っしょっていうふうにあぐらかいてきた高学歴とどっちの方がいいんですかっていう話です。だから面接来た時にじゃあ30分とか1時間で、その能力があるっていうのを判断する方が大変やから。そう判断するのができないから学歴でしょ。学歴で取っちゃうと、後で痛い目見るよ。だから本当は理想的には、いや能力で取ったけどやったらもう学歴ってもう結果出てるわけやん。絶対やんそれ。でもそれは高校3年生までの結果でしかなくて、大学4年生までの今現在の能力を反映して頑張れる人間ですよって証明やん。でも頑張辛いこと我慢しますよって証明。まあでも白熱しましたね。それでは判定お願いします。判定判定。
んの PDCA サイクルと、うんあと努力ができるかどうかみたいな話に対して河野さんが企画に反論してから、ちょっとなんか自分の先入観によったファッショントークになってしまっている確かにちょっと悪いところですね。はい。若手さんの将来に対する伸びしろがあるっていうビジョンと、ゲンゲンさんの大学っていう受け身じゃない期間に伸びた人ほど強いっていう意見両方すごい納得できたんですけど、お互い五分五分だなと思った時に、これ僕の主観なんですけど、圧倒的に若手さんの方がそもそも不利な議論なんだっていうなるほどね。思って五分五分になった時点で若手さんが勝ちなんじゃないかなと。なるほど。若手さんの方が高学歴の人がどういう努力ができるか PDCA を回せるとか、深掘りができていたので、その方がペルソナを提示できると思いました。なるほど。おかしいな。はい、ちょっとちょっと学歴低い人もいた方がいいかもしれない。なるほど。総学歴に刺さった。総学歴刺さるかもしれない。東大早稲田に刺さった。そっか。願望も込みで。ちょっとね、頑張ってきたんでみんな。みんな能力ないもんね。やめろ、おい、ちゃうわ、それ。まだちょっと結果納得いかないです。コメント欄に書いてもらおうよ。こっちの方が良かったいやか。確かにこれ客観的に見て本当はどっちだったのかっていうのをぜひ書いてほしいですね。まあでも我々学歴を極めし者なんで。 B もおったんや。いや、おったよ。でも受験生はこのディベートを自分の脳内でこう確かにやってるわけだからね。それぞれの意見聞いて、うんまあ、やりたい勉強がある人もうんどれぐらいやりたいかによって、うんまあ、そのどっちの議論が刺さったかっていうのうんが違ってくると思うし、受験生が最終的には自分でこの議論を踏まえて決めてもらえたらなというふうに思います。綺麗にまとめたね。おええこと言うなね。やっぱり3やわ。ね。そうそう。理算です。ねこれが理算です。マジすごいからなこいつ。そこは認めるよね。そこはすごいよ。マジですごいよ。いや負けたら悔しいなということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、ありがとうございました。いやー、楽しかったわ。でも楽しかったですね。楽しかったね。ありがとうございます。いやそう綺麗ねここね。ああそうありがとうございます。新オフィスすごいなスピーカー8つあるんで、彼がセッティングしてめちゃめちゃ綺麗。映画館クオリティ。東大医学部のオフィスってこんな感じだね。